どうものりです。今日は僕が運営している V 戦という VTuber グループを初めて知ったという人のために V 戦がどういうグループなのかっていうのを解説していきたいと思います。結構 Twitter の DM でオーディションやってますかっていう質問を受けるんですけど、それについてもお話ししていこうかなと思っています。V 戦とは VTuber 専門学校、略して V 戦ということで、学校のような世界観を持った VTuber グループとして2021年4月から1期生の春組がスタートしております。ちなみに正式名称は V 戦です。なんか専門学校っていう言葉を正式名として看板に掲げるのは許可が必要だそうなんですよね。なので VTuber 専門学校は正式名称ではないと説明させていただくんですけれども、皆さんの心の中では V 戦は専門学校的なところなんだと思っていただけると助かります。撮影している2022年1月現在では、春組の鬼ヶ島ピーチ、ソーミセイラ、屋敷シエル、工場桃桜、夏組の狼、七宮壮、秋組の加賀辻そより、小夏みなも、花の木丸、冬組のタイト、クラスメイトと11人のメンバーが参加しています。全員本当にいい子たちばっかりですよ。概要欄にチャンネルのリンクを貼っておくので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。個人税か企業税かっていうところなんですけども、これははっきりと申し上げておきます。V 戦は個人税です。現時点で運営に法人企業は一切関わってないですし、次の話を聞けば V 戦は個人税だとご納得いただけると思うんですけれども、まず V 戦のオーディションに受かった人は校長先生であるところの僕のりと相談しながらママパパにあたるクリエイターさんを決めてアバターを作ります。この際にかかる費用はすべて V 戦が負担します。そしてなんとその後、アバターの所有権を丸ごと譲渡してもらえるんですね。ちゃんと譲渡契約書を結んでお渡しする形になっています。で、普通の VTuber グループだと、ここから収益をレベニューシェアとかをしていくと思うんですけど、V 戦はありません。すべての収益を演者が受け取ります。いや、のりさん。そんなこと言って、ちょっとは取るんでしょ？いいえ、取りません。じゃあどうやって V 戦を運営していくんですかっていうことなんですけれども、それは僕が各 VTuber に技術を提供して、それに応じた技術料を毎月請求するという形で対応しています。普通の VTuber グループだと、運営が演者に対して VTuber 業務を委託するという形なんですけれども、V 戦の場合は委託者と受託者が逆になるんですね。演者が運営に対して技術の提供を委託して、運営がそれに応えるという形になるわけです。ただし、その技術料はその VTuber が活動を通して得られた総収益の 10% を超えないように契約書に書かせていただいております。当然ですが、収入が0円の間は0円です。つまり、V 戦に所属する VTuber はアバターの権利を持ち、活動で得られる収益の全てを受け取り、活動の方針は完全に自由という形で所属しているということになります。運営は運営という名前を使ってはいますが、各演者を管理したりはしていません。さすがにここまでやれば個人税ですよね。少なくとも企業税ではないと自信を持って言えます。ここで V 戦についてより深く理解していただくために、運営理念について紹介させてください。僕は2018年3月から VTuber の運営に関わっているんですが、初期の方から個人が VTuber を始めるのは大変だというふうに思っていました。理由は次の3つで、1つ目、クリエイターさんは個人からの依頼を受け付けていないことが多い。2つ目、アバターを作るための初期費用が莫大すぎる。3つ目、VTuber として活動するために必要な知識、技術を身につけるのは大変ということです。一度デビューして活動を開始してしまえば、あとは個人の努力である程度なんとかなるというのも肌で感じていました。むしろデビュー後は企業所属であるというのが足かせになってしまうケースもありますし、例えば異性とコラボ NG とか、偉い人からの鶴の一声で本人が望まない活動を強いられてしまうとか、ということもあったりします。そういうグループがかなりあるというのを知っていて、だったらこうすればいいのにねってずっと思ってたんですけど、誰もやらないから、じゃあ自分がやろうと思って作ったグループ。それが V 戦ということになります。クリエイターさんが個人からの依頼を受け付けていない理由というのは、例えば支払いをバックれたりとか、無償で依頼を強要してきたりとか、
失礼な物言いをしてくる人っていうのが個人の方にはそこそこいたりするんですけど、法人にもたくさんいるんですけどね。そういう人からのメッセージをシャットアウトしたいみたいな感じの人が多いんですけど、幸い僕はこれまでそこそこ長く VTuber の運営をしてきて外部からの信用がありますし、中小企業並みにクリエイターさんに依頼を出すことができます。実際今まで依頼してきたクリエイターさんで言うと、イラストレーターさんならトナリケルさん、ジャク三世豆蔵さん、アルテラさん、シュリさん、テフィッシュさん、みっくんさん、青戸紅さん。ライブ 2D モデラーさんで言うと、伊達さん、オシュモさん、アマトウコさん、バースさん、アルルさんと、個人から依頼を受けていない方にお仕事をお願いすることができています。アバターを作るための初期費用が莫大すぎるについて、下手をしたら車を買うよりも高くなっちゃうこともあります。若者にとってはちょっと手が出せませんよね。V 線はそこを肩代わりして何回も言いますけど所有権をあげちゃいます。所有権をあげちゃうのはやばくないですかとか、リスク見えてますかって言われることもあるんですけど、逆に言うんですけども、所有権を争うレベルまでトラブルが発展したらもうその VTuber は管理しきれないと思っていて、そうならないために運営が努力をするという一種の制約という側面もあります。あとはやっぱりゲーム実況も歌配信も個人がやるか企業がやるかというところで扱いが全然違うので、できる限り V 線所属は個人ですという事実を作るためにやっているというのも大いにありますね。VTuber として活動するために必要な知識、技術を身につけるのは大変について、僕が VTuber の運営を始めた時に気軽に聞ける先輩とか友達とかがいたらいいのになって常に思ってました。それから時間が経って自分が教えられる立場になったので、今度は教える側に回ろうかなと。シンプルに人に何かを教えるのが好きで、昔は教師を目指していたというのもあるのかなっていう感じです。ここで技術料という方式について少し補足させていただきます。技術料は活動を通して得られた総収益の 10% を超えないように請求するという話をさっきしていたと思うんですけども、これについても少なすぎないとか運営できなくないという声をいただきます。これが少なすぎるかどうかについては僕は妥当だと思っています。少なくとも V 線には僕の能力を抜きにするとランニングコストがかかっていません。ランニングコストがかかっていないので運営ができないということはないです。で、僕の労力は技術料という形で返してもらっています。今はまだみんなの総収益が少ないので僕の労力分を回収できていないんですが、総収益が上がってくれば労力分の金額を回収できますし、そうなったら対等なギブアンドテイクが成立していくようになるというわけです。収益が上がるにつれて自分の労力に対する値段を上げていくことも可能になっています。もちろん技術量が上がりすぎないように 10% という枷があって、これは自分を律するためでもありますし、演者が安心して活動できるようにするための約束でもありますね。既存の VTuber グループのいくつかはデビューのサポートをしただけでその後の活動のサポートはほとんどしていないという状態にもかかわらず VTuber 活動の利益の大半を企業側が得ていて、演者がそれを不満に思っているという感じでだましだまし運営活動していたりします。そういうグループは何らかの形でほころびが出てしまうもんなので、そうならないように V 線はデビュー後のサポートに応じて技術料を毎回請求する形にしました。一人一人が個人税なので V 線が気に入らなくなったら出て行ってもいいわけです。アバターの権利は各々が持ってますしね。運営は演者に価値を提供する。演者はそれに応じて報酬を支払う。運営が演者から一方的に搾取するのではなく、対等な関係でギブアンドテイクしていく。こういう関係が美しいと思っています。はい、では最後にオーディションをやっているかについて。オーディションについてですが、2022年1月現在のところオーディションは開催しておりません。というのも V 線は僕のりが個人的な資産を使って運営しているグループでして、10人分のアバターを作り終わった今、正直言ってお金がありません。ちょっとはあるんですけど、2期生のオーディションをやるほどのお金は今はないですね。僕は日々の生活を節約しながら過ごすことが得意なので、またしばらくしたら2期生のオーディションをやれるくらいまでお金が貯まるだろうとは思います。その時まで待っていてくれたらなと。あとは V 線がグループとして盛り上がってくれたりとか、今動画を上げているチャンネルが盛り上がってくれたりとかすれば、2期生オーディションの開催も早まるのかなと思っています。ちなみに Twitter の DM は開放しておりますので、
オーディション希望の方は志望動機と応募動画、自己 PR を添えて送ってみてください。基本的に返信はあまりしないようにしようとは思っていますが、おっと思った方には面接のご案内を出したいと思っています。はい、いかがだったでしょうか。このチャンネルでは VTuber に焦点を当てた情報発信、お役立ち情報、解説動画などを上げていきたいと思っています。もし少しでも面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタン、Twitter のフォローなんかもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。